メカ、AI で勉強した子の方が本番のテストで点数が下がったっていう研究が出たって本当？本当だ。今や高校生の8割以上が生成 AI を使う時代なのに皮肉な結果だよな。しかも学生だけの話じゃない。資格や英語の勉強に AI を使う大人にも同じことが起きるんだ。私も毎日使ってるのにどういうこと？落ち着け。結論は使い方次第だ。同じ AI でも使い方一つで成績を下げる道具にもなれば最強の家庭教師にもなる。今日はその分かれ目を最新研究と一緒に解説するぞ。最後まで見ればチャット GPT とジェミニとクロードを無料で先生に変えるやり方と注意点3つがわかるよ。受験でも資格でも使えるからね。まずは成績が下がっちゃう使い方から見ていこう。ペンシルベニア大学などの研究チームが高校生およそ1000人を数学の授業で3つのグループに分けたんだ。 AI に答えを聞けるグループ、ヒントだけくれる AI のグループ、そして AI なしのグループだ。答えをくれる AI とヒントだけの AI か。それで結果はどうだったの？答えを聞けたグループは練習の成績はぐんと上がった。ところが AI を取り上げた本番のテストでは AI なしのグループより 17% も低くなったんだ。練習ではできてる気がしてたのに本番で下がるんだ。ちょっと怖いね。原因はシンプルで、思い出す努力を全部 AI が肩代わりしてしまうからだ。勉強は筋トレと同じで、考えて思い出す負荷そのものが力になる。マシンに重りを持ってもらったら筋肉はつかないだろ。そっか、楽した分だけ力がつかないんだ。じゃあヒントだけの AI のグループはどうなったの？そこがキョンの確信だ。ヒント型の AI で練習したグループは練習の成績が2倍以上に伸びたのに、本番の悪化はほぼ消えた。問題は AI そのものじゃなく、答えを丸ごともらう使い方だったんだ。じゃあ次は AI を先生に変える方法だよ。実は今の三大 AI には最初から答えを教えない先生モードが公式に用意されている。しかも全部無料で使えるんだ。公式にそんなモードがあるの全然知らなかった。まずチャット GPT は学習モードだ。入力欄のツールからあらゆる学びをサポートを選ぶだけ。答えの代わりに君ならどう考えると質問を返しながら一歩ずつ理解に導いてくれる。へえ、先生っぽい。ジェミニとクロードはどうなの？ジェミニはガイド付き学習。選ぶだけで答えの前に質問で導いてくれるモードだ。さらに強力なのがノートブック LM から名前が変わった無料のジェミニノートブック。教科書やプリントを読み込ませるとその資料からクイズまで作ってくれる。クイズに答えること自体が思い出す練習になるんだ。プリントがそのままクイズになるの？テスト前にめちゃくちゃ良さそう。クロードには学習スタイルがある。スタイル選択で学習を選ぶといきなり答えを出さずに考えの筋道を一緒に組み立ててくれる。文章や自分の考えをじっくり鍛えるのに向いているぞ。しかもうまく設計された AI 先生の実力は本物だ。ハーバード大学の実験では AI の家庭教師で学んだ学生の方が普通の授業より短い時間で2倍以上学べたと報告されている。でも3つもあると迷っちゃう。どれから始めればいいの？迷ったらまずは使っている人が一番多いチャット GPT の学習モードから始めるのが正解だ。無料のアプリを入れて入力欄のツールから選ぶだけだからな。その上で教科書やプリントを丸ごと整理したくなったらジェミニノートブック。考えを文章でじっくり深めたくなったらクロードと覚えておけば十分だ。どれも無料枠には回数の上限があるけど毎日の勉強で試す分には困らないぞ。初めての人はまずチャット GPT 一つでいいんだね。それなら今日から始められそう。最後にやっちゃいけない注意点を3つ確認しよう。一つ目は答えの丸写しだ。さっきの実験の通り宿題は終わるけれど力は残らない。テスト本番に AI は持ち込めないからな。実際に AI で勉強している高校生って自分でも何か感じてたりするのかな？実は
当人たちが一番感じている。受験勉強に AI を使う高校生の調査では、6割近くがすぐ AI に頼るようになったと答えて、3割は自分で考える力が落ちたとまで答えているんだ。うわ、私も当てはまってるかも。便利なほど頼っちゃうんだね。2つ目の AI の鵜呑みは、鵜呑みが危ないのは AI が今でも平気で間違えるからだ。同じ調査でも一番多かった不安は情報の正確性だった。数字や年号や公式は教科書や公式サイトと必ず付き合わせること。学校や塾の AI ルールに従うのも大前提だぞ。3つ目の思い出す練習を消さないっていうのはどういうこと？今日一番の持ち帰りだ。勉強の最後の5分はAI を閉じて何も見ずに今日やったことを思い出して書き出す。この思い出す練習こそが記憶を焼き付ける。 AI に教わったら最後は自力で締めるんだ。それじゃあ今日のまとめだよ。まとめよう。 AI に答えを聞く勉強は本番に弱い。でも学習モードで先生に変えれば短い時間で本物の力になる。そして最後の5分は AI を閉じて自力で思い出す。今日からできるのは2ステップ。いつもの AI を学習モードに切り替える。そして最後の5分は AI を閉じて白紙に思い出す。私も今日からやってみるね。 AI は答えの自動販売機じゃなく隣で問いかけてくれる先生にする。それが2026年の AI 勉強法の正解だ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あなたが勉強に使っている AI の話もコメントで教えてね。メリノちゃんでした。